上司に言い返すことなんてできないよ。なんか言い返したら怒られそうだしな。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。メタモン読書チャンネルの京介です。この動画では架空の登場人物を設定して、その人の悩みを本で解決するための動画です。動画の後半では本に書かれているえりすぐりの重要な3つのポイントに絞って解説して、登場人物の悩みを解決していきますので、最後まで見逃さないでくださいね。皆さんが登場人物と同じ悩みを抱えてしまったとき、このチャンネル動画を見ていただき、改善のヒントにしていただけたら、私にとって何よりの喜びです。コメント欄を使ってお悩みをご記載いただければ、今後の動画配信のテーマにもしたいと考えております。それでは今回の登場人物はこちらです。静香さん25歳です。会社員で総務部に配属しております。内気で控えめで人見知りなんですが、親しい人には心を開くということなんですね。会社に入って3年目で少しずつ業務に慣れてきたんですが、まだプレッシャーを感じることが多いんですよ。静香さんの上司は威圧的で厳しい口調で指示を出すことが多いんですね。静香さんは自分の意見をうまく伝えられず、萎縮してしまうことが多いんですよ。社交的な場でのストレスの解消が苦手なので、リラックスできるのは自宅で猫と過ごしている時間だけなんですね。ただ、仕事のことを考えると不安が募り、十分にリラックスできないこともあるんです。こちらが上司の佐藤さん、44歳です。総務課の課長なんですよね。性格は融通が利かない。細かいところにこだわりがあり、部下に厳しい評価を下すことが多いんです。自分のルールに固執していて、部下に対して厳しい指導をする一方で、感情的に叱ることもあり、部下を萎縮させることが多いんです。勤続は20年で、課長に昇進して5年なんですね。自分のポジションを守るために、上層部にいい印象を与えようと必死になってるんです。リーダーシップは強引で、自分のやり方に従わない部下に対して苛立ちを見せることが多いんですよ。特に若手とか女性社員には厳しく、時折理不尽な要求をしてくるんです。静香さんとの関係ですが、佐藤課長は静香さんが4年目に差し掛かっていることを理由に厳しく当たることが多いんですね。特に仕事のミスやスピードの遅さに対してイライラをあらわにし、君ももう3年目なんだからというセリフを頻繁に口にしてくるんです。静香さんは内気で意見をあまり言わないため、佐藤課長はちゃんと指導しないと成長しないと思い込んでるんですよね。それなので、しつこく細かい指示を繰り返してくるんです。静香さんにとって佐藤課長は怖い上司と感じていて、自分の意見をうまく伝えることができない状態なんです。そこで静香さんの目的を、上司とのコミュニケーションを改善し、自分の意見を自信を持って伝えられるようにするにしました。この後動画の後半では、この本の内容からえりすぐりの3つのポイントを説明して、この目的を叶えていきたいと思いますので、最後まで見逃さないでくださいね。共感できた方は、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。今回ご紹介するのは、塚谷拓也さんが書いた、嫌われずに言い返す技術です。どうすればもっとうまく言い返せるだろう。ちょっとでも言い返すことができれば、ストレスもたまらないのにと思ったことないですか？嫌味や悪口、マウンティング、ハラスメントなどの攻撃を仕掛けてくる相手に対して、このように感じたことは誰でもあると思います。しかもその相手が会社の上司や同僚、クライアント、親、親戚、パートナーとかだと、簡単に縁を切ることができなかったりするんです。そのような環境で言い返せないと、自分のストレスがどんどん溜まっていきますよね。この本では、言い返せないから脱却するための方法が書いてあるんです。例えば、苦手な上司に対して何かしらの対策をしようとしても、うまくいかずに悩んだ方も多いのではないでしょうか。なぜなら、相手が自分よりも立場が上の場合、いくら正しいことを論理的に伝えても、相手は自分の意見が正しいと信じているので、話を聞いてくれないことがあるんですよね。また、上司とできるだけ会話を避けたり、顔を合わせないようにしても、かえって周りから不機嫌や冷たい人と思われてしまって、評価を下げてしまうことがありますよね。そのために必要なのはやはり、
適切な方法で意見をしっかりと伝えることなんです。これができると感情を抑え込むことがなくなるので、ストレスを溜め込むことも減ってきます。また、適切に言い返すと自己成長や問題解決力も向上します。本書は適切な意見を言うための様々な対策が書かれているんです。すぐに使えそうなものもたくさんあります。これらの対策で自分の立場を守りながら対話を進め、ストレスを軽減することができると著者は言っております。特に印象に残ったのは、対策するための言葉や態度を丸暗記しても逆効果になるという点です。これはあまりうまくいかないことが多いんですよね。その理由は、ただ言葉を覚えても自分の気持ちや本心が伝わりにくいからと著者はおっしゃっております。例えば、決まり文句や形式的な態度をとっても自分の感情がこもっていなかったり、声が緊張していたりすると、相手はその気持ちが伝わらず、説得力がなくなってしまうんですよね。このような対策は難しいんですが、本書では様々なテクニックが紹介されております。それらは単に記憶するのではなく、考え方を理解するのがポイントなんですよね。それではこの上司である佐藤課長が3つのパターンで静香さんを指摘していきます。その3つのパターンで静香さんはうまく自分の意見を言うことができるかというのを紹介していきたいと思います。1つ目はこれです。君より経験の少ない新人だって、この仕事はもっと早く終わらせてるよ。思わずイラッときますよね。イライラした人はこっちの動画も見てみてくださいね。実際には他の社員も同じぐらいの時間がかかっているかはわかりませんが、課長は静香さんをせかすためにこの言葉を使ってるんですよね。しかしこの言葉を使われてしまうと、静香さんは自分が新人よりも仕事が遅いんだと思ってしまいますよね。これは本書の中でメモリーハックと呼ばれるものなんです。相手の記憶や認識を操作する方法であり、他人の心に入り込み、意図的にその記憶や認識を歪めたり変えたりしてしまうんです。対策としてはこのように言う方法があります。ご指摘ありがとうございます。もっと効率的に進みたいので、その新人の方がどのように早く終わらせているのか参考にしたいです。ちなみに、どの方のことをおっしゃっているのか教えていただけますでしょうか。この表現は、静香さんが前向きに学びたいという姿勢を示しつつ、具体的な人物を特定することで、課長にその意見の根拠を自然に確認しています。たとえ実際に特定の新人がいないかもしれません。それにより課長の発言が適当だったことがわかりますが、静香さんの質問の仕方は攻撃的ではないため、課長も気まずい思いをせずに話を続けることができるはずです。二つ目はこれです。君は一体いつになったらこの作業ちゃんとできるんだ。3年目にもなってこんなミスをしてるとは情けない。これはいわゆるドナハラというやつです。大声で相手に怒鳴り散らして相手を威嚇し、何も言い返せなくするパワハラの一種なんですよね。上司や先輩が大声で怒鳴りつけると、相手は会話ができなくなってしまい、もっと萎縮してしまって、結果的に仕事のミスが増えるということがあります。怒鳴るだけで問題は解決しないので、冷静に対話する方がよっぽど建設的なんですが、これをやってしまう上司や先輩は多いんですよね。上司や先輩の態度を変えられればいいんですが、それができれば苦労はしないですよね。ここではどんな対策をすればいいのかを説明していきたいと思います。対策方法は右耳で聞くです。本当かよと思った方もいらっしゃると思いますが、これは脳の作りが関係しているんです。例えば、佐藤課長に怒鳴られたとき、左耳で聞くと、右の脳で処理するので想像力が増し、心に刺さりやすくなってしまうんですよね。でも、右耳で聞くと、左の脳で処理できるので、冷静に話の内容に集中できるんです。これをすることで、感情に影響しづらくなるので、余計なストレスを減らせるということなんですよね。本当かなと思う人は一度試してみてくださいね。三つ目はこれです。他の部署からの問い合わせが多いのに対応が遅すぎる。もっと迅速に処理しないと、全体の業務にも影響が出るよ。ここで上司は、全体にも影響が出るぞというプレッシャーをかけてるんですよね。本当に全体に影響が出るかどうかはわかりませんけど、
上司はあえてそう言って部下に焦りを感じさせ、もっと早く対応させようとしてるんです。プレッシャーをかければ相手が頑張ってくれるだろうという上司の考え方ですよね。でもその結果、部下のストレスは増えてしまうので、長期的な面で見ると逆効果なんですよね。これはプレッシャーをかけることで仕事を進めようとする典型的なやり方なんです。対策は Help and Teach Me 作戦です。これは静香さんのように内気でプレッシャーを感じやすい人が厳しい上司との関係を良くするための方法です。どんな風に言えばいいかというと、こんな感じです。ご指摘ありがとうございます。課長、最近各部署からの問い合わせが多くて優先順位をつけるのが難しくなってきています。特に緊急対応が必要なものと通常の対応の区別がつきにくくて対応に時間がかかってしまっています。どういった基準で優先順位をつけたらいいのかアドバイスをいただけると非常に助かります。ここでポイントなんですが、相手に助けを求めるときは、たとえ相手が嫌味を言ったり、攻撃的な態度を取ったとしても、誠実に接することが大切なんです。自分の困っていることを正直に話すと、相手の中に残っているかもしれない良心がうずいて、協力的になってくれる可能性が高まります。上司のアドバイスを素直に受け入れることで、信頼関係が深まって、より良い結果につながることが期待できます。周りに上手に人付き合いをしている人がいるなら、実はその人もこの Help and Teach Me 作戦を使っていることが多いかもしれません。変なプライドを持たずに柔軟に考えて接することがポイントなんですよね。それでは3つの対策を振り返って、静香さんの目的である上司とのコミュニケーションを改善し、自分の意見を自信を持って伝えられるようになるを達成できるかどうか見ていきましょう。まず1つ目の対策は、ご指摘ありがとうございます。もっと効率的に進みたいので、その新人の方がどのように早く終わらせているのか参考にしたいです。ちなみに、どの方のことをおっしゃっているのか教えていただけますでしょうか。これは静香さんが前向きに学びたい姿勢を示しつつ、具体的な人物は誰なんですかと質問することで、課長の主張の根拠を求める方法なんです。このアプローチを使うことで対立を避けながらも事実を確認し、より良いコミュニケーションを図ることができます。2つ目に右耳で聞く方法です。これにより静香さんは冷静に話の内容に集中でき、余計なストレスを減らせます。感情的にならず、しっかりと上司の指摘内容を受け止めることで自信を持って対応できるようになるんですね。そして最後に Help and Teach Me 作戦です。ご指摘ありがとうございます。課長、最近各部署からの問い合わせが多くて優先順位をつけるのが難しくなってきています。特に緊急対応が必要なものと通常の対応の区別がつきにくくて対応に時間がかかってしまっています。どういった基準で優先順位をつけたらいいのかアドバイスをいただけると非常に助かります。相手に助けを求めることで上司も協力的な態度を示す可能性が高まります。静香さん、まずはこれらを試して上司にうまく意見を言ってみてくださいね。はい。メタモン読書チャンネルいかがでしたでしょうか？上司やパートナーなど嫌味や悪口を言ってきたり、マウントを取ってくる人がいますよね。その人たちを変えるのはとても難しいことなので、まずはこれらの方法を試してみて、自分の意見を言う環境を整えることができれば、今よりもストレスがなく生活できるようになるはずですし、相手との関係性も少しずつ良くなっていくと思います。この他にも様々な登場人物の悩みを本で解決した動画を配信しております。皆さんが登場人物と同じ悩みを抱えたとき、このチャンネルの動画がきっかけで解決のヒントにしてもらえるのが何よりの喜びです。ぜひチャンネル登録をしていただいて、いつでも見られるようにしていただけるとお役に立てると思います。それではまた会いましょう。